お前はクビだ。商談もまともにできないお前なんか、この会社には不要だ。突然部長から投げつけられたその言葉に、俺は何が起きたのか理解できず、ただ立ち尽くすしかなかった。確かに俺は、大事な商談に遅刻した。だけどそれは、大通りで倒れていた女の子を助けたためだ。しかし、部長は俺の言うことに一切聞く耳を持たない。こうして、俺のキャリアはあっけなく終わりを告げた。これまで会社のために汗を流してきた自負があっただけに、悔しさと無力感で胸が苦しくなった。そんな俺のもとに、社長から鬼のような着信が入る。どうして今日の商談に来なかったの？すみません。実は俺、クビになりまして。え？嘘でしょ？そんな話、私は全然聞いてないわ。電話越しの沈黙があまりにも重く感じられた。しかし、この社長からの電話と俺が助けた女の子によって、俺の人生は大きく変わり始めるのだった。俺の名前は勝教師。株式会社さくらに勤めるエンジニア兼企画営業だ。さくらは技術開発をメインとする企業で、最先端の研究から製品化、さらには国内外への販売までを一括して手掛けている。クライアントが求める技術開発や特許ライセンスの相談に乗り、社内の研究チームと連携してプロジェクトを進める。それが俺の仕事だ。昔から俺は人の役に立つことをしたいという気持ちが強かった。そう強く思うようになったきっかけは、小学生の頃に味わったある体験がきっかけだった。当時のクラスメートが突然重い病気で倒れ、学校のみんなが何かできることはないかって一生懸命に考え始めたんだ。お見舞いの手紙を書いたり、励ましのメッセージを寄せ合ったり、子供なりにできることは小さいけれど、それでも仲間が苦しんでいるなら放っておけないという気持ちが自然と教室全体に広がっていった。あの光景は今でも鮮明に覚えている。幸い、友達は回復して元気に戻ってきたけれど、見ているだけで何もできずにいた自分の歯がゆさと、一人一人の小さな行動が集まると、大きな力になるって実感したあの瞬間とが、ずっと心に刻まれているんだ。だからこそ、今度は自分が助ける番だ、と強く思うようになった。学生時代も、社会に出てからも、目の前の誰かのために何ができるかを考えながら動くのが当然だと感じる。誰かの苦しみをほんの少しでも軽くできるなら、その道を選びたい。それが俺の原動力になっているんだ。この会社で働くことを決めたのは、まさにそんな思いを活かせる環境が整っているからだ。ここでは研究部門と営業部門が密接に協力し合うからこそ、画期的なアイデアをすぐに形にできるのだ。日々、この技術を困っている人に届けられないかという思いで動くことができるこの仕事に対して、俺はやりがいを十分すぎるくらい感じている。ある日のこと、俺は社長室に呼ばれ、社長である千田瑠璃さんと対面した。瑠璃さんは社内外で美人社長と評判で、実際誰もが振り返るほど華やかな容姿をしている。それだけじゃなく、仕事に注ぐ情熱も凄まじい。アイデアを出すスピードや決断の速さは群を抜いているし、部下や取引先への気遣いも行き届いていて、この人についていきたいと思わせる不思議な力があるんだ。しかも、彼女は2代目社長という立場で、先代が築いてきた会社の規模をさらに大きくしようと日々奮闘している。誰に対しても気さくで明るい態度で接し、自分のことを社長とは呼ばず、瑠璃さんと呼ばせるのが好きらしく、社員たちも親しみと尊敬を込めてそう呼んでいる。そんな瑠璃さんがまっすぐに俺を見つめる。思わずドキッとしてしまった。勝くん、この前の企画、本当に素晴らしかったわ。瑠璃さんはそう言いながら、すっと俺の前に歩み寄ってきた。あなたの発想力と行動力は、うちの大事な武器だと思っているの。実はね、来月にすごく大きな商談があって、どうしてもあなたにリードを取ってほしいのよ。相手は海外から来る投資家と大手メーカーの合同チーム。彼らは医療分野で新しい技術を探していて、うちが開発中のモニタリング装置にかなり興味を示しているわ。ここで契約がまとまれば、うちは売り上げをぐんと伸ばせるし、
新しい技術開発にどんどん投資できるようになる。そうなれば、もっと多くの人の役に立てる製品を提供できるでしょ。そう言って、彼女は俺の目をまっすぐに見つめる。視線を外す隙もなく、真剣さと期待がダイレクトに伝わってきた。うちの研究チームが試作段階だったモニタリング機器、先方が興味を持ってるんですね。確かにあれなら、患者さんに負担をかけずにリアルタイム計測ができる。先方のニーズとも合致しそうです。俺がそう応じると、瑠璃さんはほんの少しだけ笑みを深めた。そうなの。先方は将来的にアジアから欧米まで広く展開したい意向もあるらしいわ。こっちとしては資金提供を受けつつ開発を急ピッチで進めることも可能になる。そこをうまくまとめられるのは勝くんしかいないと思ってる。頼りにしてるわよ、ほんと。ありがとうございます。期待に応えられるよう尽力します。俺がそう返すと、彼女は軽く俺の腕に触れて、ありがとう、助かるわ。と微笑んだ。その自然なスキンシップに、心なしか鼓動が速くなるのを感じる。だけど、それ以上に、必ず結果を出して瑠璃さんを支えたい、という思いが強く湧き上がった。社長室を出て、深く息を吐いた俺に、おい、と、冷たい声がかけられた。増渕部長だ。彼は、数年前に外資系企業を辞めて、中途入社してきた人物だ。社内でも、かなりのやり手らしいぞ、と噂されていたが、実際に接してみると、常にトゲトゲしい物言いをする人物だった。お前さ、随分と瑠璃さんに気に入られているようじゃないか。背が高く、スーツをビシッと着こなしている一方、その目はまるで獲物を狙う猛禽類のようだ。別に、そんなつもりはありませんけど。ヘラヘラしてる暇があるなら仕事しろ。研究開発を持ち出して、勝手に企画を進めるなんて、会社の方針を理解してない証拠だろうが。自分の立場、もっとわきまえろ。そう言われると、俺はさすがにムッとした。確かに、俺は研究部門にこまめに顔を出して、アイデアをすり合わせているけれど、瑠璃さんも、現場主導を進めているのだから、決して独断で動いているわけじゃない。ただ、増渕さんからすれば、新参者の部長である自分が、一生懸命にポジションを確立しようとしていることもあってか、やたらと瑠璃さんのお気に入りである俺が、目障りなのかもしれない。そんな思いを抱えつつも、俺は数日後、開発部門と連携して考えた新しい企画書を手に、増渕さんのところへ足を運んだ。医療関係の新技術を早期に導入するため、投資家との共同プロジェクトを立ち上げようという案だ。社長の瑠璃さんも、面白いわね、と言ってくれたアイデアだったから、少し期待していた。しかし、増渕さんは企画書にざっと目を通すと、鼻であしらうようにしてテーブルに叩きつけた。なんだこれ。コストとリスクの見積もりが甘いし、実現までのプロセスも大雑把すぎる。そんな夢みたいな話、うちの規模でそう簡単にできると思ってんのか？いえ、もちろん現場の負担や予算取りも計算に入れてますし、先方と協議しながら具体的に詰めていくつもりで。詰めていく？お前がそんな段階で社長を巻き込んでいいと思ってんのか？それでも今回の技術を導入できれば、医療業界への新しいアプローチが期待できますし、会社のイメージアップにも。聞けよ。俺がダメだっつってんだろ。いいからこれはボツだ。二度とくだらねえ提案持ってくんな。その冷たい言葉とともに、増渕さんはバサリと企画書を突き返す。背後には、失礼しますと言おうとしたまま、硬直している俺の姿を尻目に、さっさとデスクを離れていった。手応えのあるアイデアだと思ったのに、こうも簡単にボツと言われるなんて。しかも、本当に会社の方針を理解していないのはどっちなんだ。そんな苛立ちと無力感が、胸の奥でぐるぐると渦巻いて止まらなかった。数日後、俺は瑠璃さんに任された大事な商談に向かっていた。瑠璃さんに、頼りにしてるわよ、と言われた商談だから、絶対に成功させたいプロジェクトだった。先方に先んじて、準備を整えようと、少し早めに会社を出て、大通りを歩いていたところで、小さな女の子が路上にへたり込んでいるのを見つけた。背中を丸めて、一生懸命に呼吸をしている。しかし誰も、急いでいるのか足を止めようとしない。迷惑そうに一別するだけ。大丈夫？どうしたの？俺が駆け寄ると、彼女は胸を押さえながら、
苦しそうにうめき声を上げた。急いで近くにあったベンチに座らせ、ペットボトルの水を飲ませて深呼吸させた。しばらくすると、彼女の呼吸はだんだん落ち着いていった。ありがとう、おじちゃん。一息ついた彼女は、丁寧に俺に向かってお辞儀をした。まだ小学生くらいだろうに、しっかりしているなと感心した。こんなのよくあることだから、少し休めば平気。女の子はそう言うが、顔色はまだ白い。ママやパパはこのことを知ってるんだよね。ちゃんと病院行ってるんだよね。うん、大丈夫だよ。彼女は少しうつむいて、言葉を濁すようにそう答えた。家はどっち？何かあったら困るから送っていくよ。事情を聞き出すより先に、まずは安全な場所に戻してあげないと。そう思った俺は、彼女の肩をそっと支えながら声をかけた。ここじゃ落ち着かないし、まずは家に帰ろう。大丈夫。無理に歩かなくていいからね。彼女が弱々しくうなずくのを確認して、俺はスマホを取り出す。実は先方との商談に早めについて準備しておく予定だったが、これから送っていけば遅刻は避けられない。すぐに先方へ連絡を入れた。すみません。少しトラブルがあって、10分ほど遅れます。先方も急な連絡に驚いた様子だったが、要件を簡単に伝えると、わかりました。気をつけてきてくださいね。という返答が返ってきた。ところが、彼女の体調を気遣い、途中で休憩しながらゆっくり歩いていたら、想定していた10分の遅刻では済まなくなってきた。時計を見るたびに焦りが募るけれど、それでも一人で歩かせるわけにはいかない。ちょっと休もうか。しんどくなったら無理せずに言うんだよ。女の子は申し訳なさそうに、と小さく返事をする。結局、女の子を家の玄関先まで送って、彼女が中に入るのを見届けると、俺はスマホを取り出して、先方に再度連絡を入れると、実はこの後も予定が詰まっていて、また後日調整しましょう、と、先方は残念そうに伝えてきた。仕事としても大事な商談だったのに、相手に迷惑をかけたことを思うと胸が痛む。思わず大通りで立ち尽くしながら深いため息をついてしまった。会社に戻ってすぐ、俺の上に、増渕さんから冷たい雷が落ちた。勝、お前はクビだ。そう言い放つ増渕さんの言葉に、俺は思わず耳を疑った。そんな、どうしてですか？クビなんて。俺は困惑して、思わず声を上げた。何しろ、一度の遅刻でいきなり解雇なんて聞いたことがない。どうしてだと？大事な商談をすっぽかしたからに決まってるだろうが、先方に多大な迷惑をかけやがって、会社の信用を落とすような奴はいらん。増渕さんの怒声がオフィスに響いた。社員たちがざわつき、視線をこちらに向ける。待ってください。すっぽかしたわけじゃないんです。遅れただけで。俺は何とか弁解しようと声を張り上げるが、増渕さんの厳しい視線は一向に緩まない。彼は鼻息を荒くしながら一歩こちらに詰め寄ってくる。遅れただと？いや、もう手遅れだ。そもそも分刻みのスケジュールが大事な商談をすっぽかすとは、一社会人として失格だろうが。俺は背筋に冷たい汗が伝うのを感じる。社長に取り入るために余計なプロジェクトを立ち上げて目立ちたいだけなんだろう。お前みたいな奴がいると研究部門や営業部門の動きが乱されるんだよ。しかもできもしねえ案ばっかりぶち上げやがって。アイデア出すだけなら誰でもできるんだよ。本当にすげえのはそれを実現できるやつなんだよ。お前のやってることはただの絵に描いた餅でしかないって分かってんのか？一瞬怒りがこみ上げる。確かに俺はいくつもの新しい企画や技術提案をしてきた。それが実現できずに終わった部分もある。しかしそのブロックをしていたのは他でもない。この増渕さん自身じゃないか。新しい開発にはコストがかかるからとか、社内の体制に合わないだのと、理由をつけては提案を通してくれなかったのに、今ここで全部俺一人の責任として押し付けられているのが理不尽でたまらない。けれど、どうにも立ち直れないほどのショックが先に襲ってきて、言葉が詰まる。社長に取り入るために一生懸命なのは知ってるが、商談一つまともにこなせないような奴は、うちにはいらねえんだよ。とっとと退職届を書け。激しい口調に
心が折れる音が聞こえるような気がした。そんな、俺はただ、声が震え、視界が滲んでくる。先方に迷惑をかけた事実は痛いほどわかっている。けれども、一度の遅刻でここまで責められ、首を切られるなんてあまりにも理不尽だ。周囲を見渡しても、社員たちはみんな気まずそうに目をそらしている。ここにいる誰一人として、口を挟んでくれそうな気配はない。わかりました。やがて俺は、やるせない思いを抱えたまま、その言葉を絞り出すしかなかった。悔しさがこみ上げ、唇を噛み締める。だが、この場で抵抗しても、増渕さんの意向が変わるとは到底思えない。冷たい沈黙に包まれたオフィスで、俺は肩を落としたまま、机を片付け、静かに桜を去ることになった。翌朝、俺は絶望感に押しつぶされたまま、街を歩き続けていた。昨日、増渕さんに首を宣告された場面が脳裏を離れない。社会人になってから、これほど情けない思いをしたことはない。無力感に苛まれていると、前方から見覚えのある小さな影が近づいてきた。おじちゃん、何してるの？顔を上げると、昨日助けたあの女の子がこちらを覗き込んでいた。俺は思わず目を見開いてしまった。まさかこんなところで再会するとは。どこかまだ顔色が優れない様子だが、昨日よりは少し元気そうに見えた。いや、何もしてないよ。ちょっと、ブラブラしてただけだ。そうごまかしたが、本当は今は無職なんだよと言いたくなる。30歳をとっくに超えているいい大人が、こんなことで人生を棒に振っているのかと思うと、自己嫌悪が募るばかりだ。へえ、おじちゃん仕事は？会社は行かなくていいの？子供だからこその素直な疑問なのだろうが、それは俺の心にずしりと重くのしかかった。今は休みみたいなもんだよ。今日は具合は大丈夫なのか？君こそ学校は？そう言って、俺は彼女の表情を伺った。すると女の子はうつむいて、学校ね、今日も行けなくてね。でもちょっとだけ調子いいから、今はお散歩してるの。と答えた。その時、ポケットの中でスマホが勝手に震え始めた。画面を確認すると、なんと瑠璃さんからの着信だ。まさに鬼のような勢いで何度もコールが入っている。俺は思わず画面から目をそらしてしまった。会社を追われた身の俺が今更何を話せばいいのか見当もつかなかったからだ。だが逃げても仕方がない。覚悟を決めて通話ボタンを押すと、案の定激高した声が飛び込んできた。勝くん、どうして今日の商談に来なかったの？取引先との打ち合わせは勝くんがメインで進めるはずだったのに、全然連絡がつかないって聞いて、私焦ったのよ。瑠璃さんの勢いに押されながらも、俺は苦い思いを噛み締めて返す。すみません。実は俺、クビになりまして。昨日の商談に遅れたからと、増渕さんが。え？嘘でしょ？そんな話私は全然聞いてないわ。増渕くんが勝手に言ってるだけじゃないの？瑠璃さんの声が一瞬、小さく震えたように聞こえた。俺はその様子に、胸が締め付けられる思いだった。俺にとっても理解できない不条理な解雇だったからだ。通話をしながらふと女の子を見ると、彼女の顔色がさっきよりも悪くなっていた。すみません、瑠璃さん。休養があるので後でかけ直します。彼女の体調を優先しなければならないと思い、俺は瑠璃さんとの電話を一旦切った。大丈夫？腰をかがめて女の子に問いかけると、女の子は眉尻を下げて俺を見上げた。おじちゃん、大事な電話じゃなかったの？大丈夫だよ。それより家に帰った方がいい。また送るから。俺は女の子を支えながら彼女の家へ向かった。玄関前まで来ると、そのドアが開いて信じられない光景が目に飛び込んできた。そこに立っていたのは、なんと瑠璃さん本人だったのだ。瑠璃さんもまさか俺がここにいるとは思っていなかったらしく、目を大きく見開いていた。ママ、ごめんなさい。また遅くなっちゃった。俺はあまりの驚きで言葉が出なかった。女の子が瑠璃さんをママと呼んでいる。一体どういうことなのかと頭が真っ白になった。勝くん、とりあえず中に入って、そこで話しましょう。そんな俺の困惑に気づいたのか、瑠璃さんは低い声でそう促してきた。玄関からリビングへと移動すると、
女の子は少し疲れた様子でソファーに腰掛ける。この子、翔子っていうの。私の親戚の子供よ。実は事情があって、しばらく前から私が引き取って育てているの。そう言いながら、瑠璃さんは翔子ちゃんの髪を優しく撫でた。実は翔子ちゃんの両親は、ここ数年のうちに相次いで亡くなってしまい、親戚中がどうするかを話し合っていたらしい。最初は別の親戚が面倒を見るはずだったものの、家庭の事情や金銭面で十分にサポートしきれないことが分かり、最終的に瑠璃さんが引き取ることを決めたんだそうだ。血縁者として放っておけないし、子供が好きだからね。もちろん大変なことも多いけど、何より翔子が笑ってくれると本当に嬉しいの。瑠璃さんはそう語りながら、そっと翔子ちゃんを見つめる。優しい眼差しには、親としての強い決意と深い愛情が滲んでいた。おじちゃん、ママの知り合いだったんだね。翔子ちゃんはどこか安堵したような、それでいて恥ずかしそうな顔をして俺を見上げる。俺は彼女の心配そうな視線に気づいて思わず苦笑した。少し座って。瑠璃さんはリビングのテーブルを指しながらそう言った。俺は遠慮なく腰を下ろす。勝くん、正直に答えてほしいの。昨日、あなたが商談に遅刻したのって、翔子と関係があるんじゃない？そっと翔子ちゃんを伺うと、彼女はうつむいていた。俺は居住まいを正すと、瑠璃さんに視線を戻す。はい。実は昨日、翔子ちゃんが倒れそうになっているのを見つけたんです。大通りで胸を押さえて苦しそうにしていて、どうしても放っておけなくて。俺が説明を始めると、瑠璃さんの表情は次第に険しくなっていった。翔子、また倒れたの？どうして黙ってたの？ちゃんと教えてくれないと困るわ。ごめんなさい。でもおじちゃんに助けてもらったの。だから大丈夫だよ。翔子ちゃんの目にはうっすらと涙が浮かんでいた。そんな姿が痛々しくて、俺は胸が締め付けられそうだった。今度また病院に行くわよ。きちんと検査を受けないと。瑠璃さんと翔子ちゃんのやりとりを見て、どうやら翔子ちゃんがかなり重い病気を抱えているらしいことを悟った。俺はためらいながらも尋ねる。翔子ちゃんはやはり、持病があるんでしょうか？ええ、先天的な心臓病を患っているの。定期的に手術が必要になるかもしれない。瑠璃さんは少し目を伏せてそう答えた。すると、翔子ちゃんは俺をまっすぐ見て首を振る。大丈夫だよ、おじちゃん。心配いらないよ。ママだって忙しいから。小さな体で一生懸命に強がっている姿は痛々しいが、強い気持ちがひしひしと伝わってくる。そんな彼女に対して何もできない自分がまたしても情けなくなった。話が一段落すると、瑠璃さんはテーブルの上に両手を置いて俺の方に向き直った。それにしても勝くん、昨日の商談に遅刻したのが理由でクビになったって本当なの？それはあまりにもおかしいわ。会社としても重大な問題よ。ええ、ですが、増渕さんの鶴の一声で、あっという間に解雇が決まってしまいました。俺がいくら弁明しても全然聞く耳を持ってくれなくて。その言葉を聞いた途端、瑠璃さんは小さく息を飲んだ。顔には明らかな怒りが浮かんでいるように見える。それで納得できるはずがないわ。事情を確かめるために、明日一緒に会社へ行きましょう。私が直接、増渕くんに問いただすわ。俺は一瞬戸惑った。すでにクビになった身で、どんな顔をして会社の門をくぐればいいのかと思うと気が重い。しかし、瑠璃さんの表情からは揺るぎない決意が感じられる。俺は何とかうなずくしかなかった。翌日、俺は瑠璃さんと連れ立って会社に向かった。正直足取りは重く、胸の奥がズキズキ痛んだ。だが、瑠璃さんの毅然とした横顔を見ていると、不思議と勇気が湧いてくる。エントランスに入ると、社員たちの視線が一気に俺たちに注がれる。増渕くんを呼んでちょうだい。別の部署に着くと、瑠璃さんは近くにいた社員にそう命じた。増渕さんはほどなくして姿を見せた。渋い顔で、瑠璃さんの隣に立つ俺を睨んでくる。が、その視線はすぐに外された。社長、どうされましたか？今日は大事な打ち合わせがあるはずでは？まるで、俺がいることを見なかったことにしようという態度に、俺は腹が立った。
その怒りを何とかこらえていると、瑠璃さんが増渕さんに言葉をぶつけた。どういうことなの、増渕くん。勝くんを解雇したなんて、私は聞かされていないわ。理由を教えてちょうだい。それは、本人が辞めたいと申し出たんですよ。増渕さんは唇を歪めるようにして、そう言い放った。俺は驚いてしまった。あまりのデタラメに言葉が出ない。そんなこと言ってません。俺が声を荒げると、周囲の社員たちがどよめいた。そこで、瑠璃さんは一歩前に出る。増渕くん、一つ確認しておきたいのだけど。瑠璃さんは一瞬、口を閉ざしてため息をつく。勝くんは、道端で倒れていた女の子を助けるために遅刻したのよ。実際、彼が商談に遅刻するなんて今回が初めてだわ。それなのに、たった一度の遅刻を理由にクビだなんて聞いたことがない。いくら仕事が大事だと言っても、そこまで非常な判断が許されるのかしら。そう言いながら、瑠璃さんはすっと鋭い視線を増渕さんに向ける。オフィスの空気が一瞬で張り詰め、周囲の社員たちも息を飲んだように静まり返った。それだけじゃないわ。彼は当社が誇る重要な特許を持っているのよ。あなた、それを知っていて勝くんを辞めさせようとしたの？理由が一度の遅刻だけとはとても思えないんだけど、瑠璃さんの声には明らかに増渕さんを問いただす意志がこもっている。すると増渕さんは一瞬きょとんとした表情で眉を潜めた。特許ですか？その問いに、瑠璃さんは小さく息を吸い込む。オフィスに張り詰めた空気がさらに重く感じられる。そう。彼が保持している特許は、当社の売り上げのうち7割近くを占める製品に関わっているの。センサー技術と AI 解析を組み合わせた独自のシステムで、国内外から多くの引き合いをもらっている。私たちが開発製造している機器には、この技術が組み込まれていて、そのライセンス契約による収益もかなり大きいのよ。増渕さんの表情が徐々に硬くなっていくのがわかる。どうやら全く知らされていなかったらしい。はじめは研究部門と共同で進めていたものだけど、実質的には勝くん個人のアイデアやノウハウが核になって特許取得につながったの。確かに社内で最終化した時点ではみんなで協力したけれど、彼がいなければここまでの成果は上げられなかった。だからこそ、この特許は当社にとって極めて重要な財産なの。なのに、あなたはその持ち主を一度の遅刻を理由に放り出そうとしたわけね。最後の一言に、瑠璃さんの憤りがにじむ。私は、そんな話聞いていませんでしたが。増渕さんは沈んだ声で言い返すが、言葉にまるで力がない。まだ開発部門やホームとの調整を済ませていない新規案件の情報もあるから、社内周知が進んでいない部分はあったでしょうね。でもだからといって、彼を調べもせずクビにするなんて乱暴にも程があるわ。部長として、あまりにも軽率じゃない？鋭い目つきで瑠璃さんがそう告げると、増渕さんは言葉に詰まり、歯を噛むようにして視線を落とした。彼が知らなかったにせよ、この事態の重大さは隠しようもない。いいわ。これ以上の話は役員会で整理しましょう。大切な人材を追い出すなんて真似、私が社長として認めるはずがない。勝くんの解雇はすべて白紙に戻すわ。瑠璃さんの決然とした言葉がオフィスの空気をさらに凍りつかせた。社員たちは固唾を飲んで見守る中、増渕さんは苦い表情を浮かべたまま、何も言い返せないまま立ち尽くしていた。その後、ひとまずみんなが引き上げ、オフィスが落ち着きを取り戻した頃、俺は会議室へ呼ばれた。そこには瑠璃さんが一人で佇んでいて、いつもの凛々しい雰囲気とは違って、どこか寂しげに見えた。ごめんなさい、勝くん。静かに頭を下げる瑠璃さん。俺は思わず息を飲んだ。社長である彼女がこんなにも素直に謝ってくるなんて、正直予想外だった。いや、俺の方こそ騒ぎを起こしてしまって。俺がそう言うと、瑠璃さんは首を横に振った。違うの。あなたは悪くない。悪いのは、一度の遅刻をあれほど大ごとにして、勝手に解雇処分を進めた増渕くんの方。私も理不尽だと思うし、あなたを会社に戻すつもりでいるわ。だけど、そこで彼女の声が少し震えた。悔しさを隠すように唇をキュッと結んでいる。正直な話、今の私にはまだそこまでの権限がないの。
たとえ社長でも、一度解雇決定とみなされた人を呼び戻すには、正式に取締役会の承認を得る必要がある。私が二代目社長になってから経営を任されてはいるけれど、全権を自由に振るえるわけじゃなくて、まだまだ父の代からいる役員たちの意見を無視できる立場じゃないのよ。そうなんですね。俺がそうつぶやくと、瑠璃さんは悔しそうに唇を噛んだ。先代、つまり彼女の父の代から続く取締役たちを無視できない。その現実が二代目社長としての彼女の重責を物語っている。そんなに気に病まないでください。瑠璃さんは十分すごいです。今だって俺のために一生懸命に動いてくださっているじゃないですか。ありがとう。正直、私社長になってからずっと空回りしてるのかもって思ってた。でも、あなたが開発部門や営業部門の意見を丁寧に拾い上げてくれるのを見て、社員一人一人が会社を支えてるんだってことを改めて実感できたの。かすかに揺れる瑠璃さんの声に、俺は思わず息を飲む。私、二代目社長なんかに向いてないんじゃないかってずっと自信がなかった。でも、あなたがもっとこうすれば会社は良くなるって情熱的に提案してくれるたびに、私もやってみようって思えるようになった。少しずつだけど、前より自分の足で立てるようになってきたの。だから本当にありがとう。その瞳は苦悩を乗り越えてきた強さと、まだまだ先へ進みたいという意志に満ちていた。俺は思わずドキリとして心臓が強くなるのを感じる。俺だって瑠璃さんに必要とされるなら、どんな壁だって乗り越えられる気がします。それに、桜をもっといい会社にしたいっていう気持ちは同じですから。自分でも少し歯が浮くようなセリフだと思ったが、瑠璃さんはくすりと笑ってくれた。その笑顔を見ていると、さっきまでの不安や怒りが嘘のように和らいでいく。ありがとう。そう言ってくれると本当に励まされるわ。ごめんなさい。まだ役員会がどう転ぶかわからないけど、絶対にあなたを連れ戻すから。今は辛いかもしれないけど、私を信じてほしいの。そう言った後、彼女はほんの少しだけ遠慮がちに俺の手に触れた。スーツの袖から伝わる体温が痛いほど鮮明に意識に焼き付く。待ってます。どんな結論が出ても俺は瑠璃さんを信じますから。わずかに触れ合った手のひらをそっと離して、彼女は名残惜しそうに微笑む。いつもはバリバリの仕事人で、誰よりも先頭を切って突き進む瑠璃さん。そんな彼女がこうして俺に少しだけ甘えてくれることが嬉しくて仕方なかった。会議室を出るとき、彼女はもう一度、ありがとう、と言って深く頭を下げた。その背中を見送りながら、俺は心の中で小さく息を吐いた。数日後、取締役会が開かれた。俺は参考人という形で招集されることになり、会議室のドアを開けた瞬間から張り詰めた空気に飲まれそうになる。円卓を囲んだ役員たちはまばらに席につき、その中心には瑠璃さんが静かに控えていた。向かいには増渕部長もいる。彼女と視線が合うと、ほんの少しだけうなずいてくれたが、その表情は硬い。取締役会が始まると、まず増渕部長が、勝の解雇の正当性を主張し始める。社内ルールにのっとって、社員として責任ある行動を求めただけです。それを理不尽などと言われるのは心外ですね。そう言い放つ彼に、瑠璃さんが反論する形で、一度の遅刻を理由に即刻解雇はあまりにも乱暴すぎる、と訴える。しかし、先代からの役員の中には、会社の信用を損なった事実は無視できない、として、部長寄りの意見を述べる者もいた。確かに彼の特許や技術は会社にとって大きな利益源でしょう。しかし、規律を守らない人間がいくら優れた才覚を持っていても、組織として放任はできません。一社員を特別扱いするのは、逆に組織の秩序を壊す懸念もあります。そんな声が次々と上がり、瑠璃さんは苦戦を強いられていた。俺は黙って聞くしかない立場ではあるが、見ていて歯がゆいことこの上ない。すみませんが、その点については僕の方からも、思い切って口を開きかけた時だった。バタン。会議室のドアが勢いよく開き、秘書の一人が駆け込んできた。社長、大変です。翔子ちゃんが先ほど倒れたという連絡が入りまして。一瞬、時が止まったように静寂が落ちる。
瑠璃さんが信じられないと言った目で秘書を見返す。周囲の役員たちも何事かと顔を見合わせた。詳しいことはまだわかりませんが、先ほど救急車で病院に運ばれたそうです。呼吸が乱れていて、どうにも意識が戻らないとか。その言葉を聞いた途端、瑠璃さんは席を蹴るように立ち上がった。勝くん、行きましょう。そう言い残し、彼女は会議室から飛び出していく。呆然としていた俺も慌てて後を追う。おい社長、会議はまだ途中だぞ。誰かがそう呼び止めた気配があったが、瑠璃さんの背中はもう遠ざかっている。俺はとにかく彼女の向かう先へ走るしかなかった。取締役会を飛び出した俺と瑠璃さんは車に飛び乗ると同時に病院へ向かった。頭の中は真っ白で、役員会がどうなったかなんて考える余裕は全くない。今はとにかく翔子ちゃんが心配で仕方ない。病院に着くと受付に駆け寄って名前を告げ、面会手続きを済ませる。案内された救急治療室の前には数人の看護師が慌ただしく行き来していた。翔子はどこ？私の親戚の子なんです。瑠璃さんが看護師に詰め寄ると、奥から医師らしき人物が出てきて声をかけてきた。千田さんですね。お子さんは意識が不安定な状態で、今一生懸命に処置を行っています。もともと心臓に持病を抱えていたとお聞きしていますが、今回の発作はかなり大きく、予断を許さない状況です。その言葉に、瑠璃さんは真っ青になり、思わず壁に手をついてしまう。俺も鼓動が早まって、呼吸がうまくできないほどの不安に襲われる。心臓の動きに乱れがあって、できるだけ早く原因を突き止めたいのですが、現状の設備では、細かいデータをリアルタイムに取得するのに時間がかかります。申し訳ありませんが、しばらく様子を見るしか。医師の言葉が重くのしかかってきた。その時、俺はふと、以前開発部門と一緒に試作した製品を思い出す。患者の体に大きな負担をかけずに、心拍、血流の異常をいち早く検知できる、非侵襲モニタリング装置だった。先生、一つお願いがあるんです。実は、うちで開発した試作品がありまして、心臓や血管の状態をリアルタイムに観測できる機器なんです。試作品なので、まだ正式には承認が下りていませんが、もしどうしても厳しい状況なら使えないでしょうか。俺の一生懸命な訴えに、医師は一瞬、考え込むように目を細める。試作品ですか。機械の安全性は保証できるんですか？設計上は患者さんへのリスクが極めて低い構造になってます。低出力の超音波とセンサーを組み合わせて、血流と心拍を正確に捉えられるんです。もちろんまだデータは十分ではありませんが、少なくとも今の設備よりも早く異常を検知できる可能性があります。横で聞いていた瑠璃さんがハッとしてこちらを見た。もしかして、前に新規提案として社内に挙げていた、あの装置のこと？はい。実は増渕部長に一度ボツを言い渡されて、まだしっかり瑠璃さんにお見せしていませんでしたけど、資料だけは少しお伝えしてあったかと。覚えてるわ。あれなら翔子の発作を捉えられるかもしれないのね。瑠璃さんはすぐに医師チームに向き直り、深く頭を下げる。先生、私が開発チームを代表して責任を負います。どうかその試作品を使わせてください。医師は瑠璃さんの真剣な表情を見て、さらに数秒間考え込んだ後、小さく息をついてうなずいた。状況が状況ですから、わずかな可能性でもかけたいというのはわかります。条件付きで使ってみましょう。ただし、何か異変を感じたらすぐに停止させますよ。ありがとうございます。俺たちは急いで研究部門の仲間に連絡し、装置を病院に搬入してもらった。正式な認可が下りていないからこそ、何かあれば、すべてこちらが責任を負わなければならない。だが、今はそんなことを言っていられない。少しでも翔子ちゃんが救われる可能性があるなら、それにすがるしかなかった。装置をセッティングすると、医師と看護師たちが翔子ちゃんの心臓や血流パターンを慎重にモニタリングしていく。モニターには、微妙に乱れた心拍の波形が刻々と映し出され、医師が原因箇所を特定しようと、一生懸命にデータをチェックする。よし！ここが異常な血流パターンだ。従来の計測機器では、ここまで細かく捉えられない範囲なんだが、確かにこの装置なら見えてくる。医師が興奮気味に指示を飛ばし、看護師たちが対処に走る。処置が進んでいく中、
やがて翔子ちゃんの呼吸が徐々に落ち着きを取り戻し、モニター上の値も安定に近づいていった。あと少し集中してください。周囲が祈るような気持ちで見つめる中、何度か危なっかしいタイミングがあったものの、結局、翔子ちゃんの脈拍は正常範囲に戻り、医師がほっと胸をなで下ろす。これなら、命の危険は乗り越えたと言えます。まだ安心はできませんが、ひとまず大きな山は越えましたよ。その瞬間、瑠璃さんは静かに涙をこぼした。俺も力が抜けて、思わず壁にもたれかかる。回復に向かうのを確認すると、治療室の外へ出て深呼吸した。ありがとう、勝くん。本当に救われたわ。瑠璃さんは震える声で、俺の腕をぎゅっと掴む。俺はうまく言葉にできず、ただうなずくことしかできなかった。翔子ちゃんの容体が安定した事実に、胸いっぱいの安堵と、喜びがこみ上げてくるのを感じた。部長に一度却下された装置が、こうして大切な命を救うきっかけになるなんて、どこか皮肉ではあるけれど、やっぱりこの技術には価値があるんだ、という確信が、俺の中に強く芽生えていた。それから数日、翔子ちゃんは一命を取り留め、病室のベッドで、穏やかに眠りについていた。瑠璃さんもほっと胸をなで下ろし、ようやく会社の取締役会の続きや、社内の体制を整えようと動き出す。だがその矢先、俺が勝手に未承認の試作品を病院に持ち込み、結果として患者に使用したことが大きな問題に発展してしまった。ある朝、部長から、おい、来いと厳しい声で呼び出しを受けた。彼に連れられて入った役員会議室のドアがバタンと乱暴に閉められた瞬間、空気が凍りついたように感じた。部長は胸ポケットから書類を取り出し、そのままテーブルにバサッと叩きつける。お前、未承認の試作品を勝手に使ったんだってな。しかもすでに退職寸前の状態で、うちの社名を背負う行動を取るなんざ、どんだけ神経がずぶといんだ。声は土器をはらみ、鋭く研ぎ澄まされた刃のように響く。俺は反論しようと口を開くが、部長は言葉を継ぐ。許可も取らずに医療機関に持ち込んで、もしも重大な事故が起こっていたらどう責任を取るつもりだったんだ。会社を泥まみれにしてでも自己満足を優先するとは、どこまで呆れさせりゃ気が済むんだ。机に拳を叩きつけるような振動が伝わり、周りの数名の幹部たちも顔をしかめているのが分かった。俺は一生懸命息を整え、震える声を何とか抑え込みながら口を開く。そんなつもりはありませんでした。翔子ちゃんの状態が危険で、医師の了承を得た上で。勝手に言い訳するな。増渕部長が怒鳴り声を張り上げる。やり場のない苛立ちが勢いよく溢れ出し、その視線にはまるで鬼のような怒気が宿っている。たとえ医師が了承したとお前は言うが、そもそも会社として承認していない機器を使うなと言ってるんだ。どこかに不具合があったら、会社の信用問題どころか、人の命に関わる。お前、エンジニアとしての倫理もわきまえてないのか？重苦しい沈黙の後、部長はあざけるように鼻で笑う。そして、俺を見据えたまま続けた。もとよりお前は、大事な商談をすっぽかすわ。勝手な提案を繰り返すわで社内をかき乱してばかりだった。それでも社長の瑠璃さんが甘やかすから調子に乗ってたんだろう。お前にそこまでの価値があるとでも思ってるのか？あまりに一方的な言い草に、俺の中でこらえていた悔しさがこみ上げる。それでも、いざ声を出そうとすると、言葉が喉に詰まって出てこない。すべて、俺の責任です。ようやく絞り出すと、部長はさらに机をバンと叩き、苛烈な怒りをあらわにする。ならさっさと責任を取れ。聞けば、お前はもう会社を辞める気なんだろ？早いところ荷物をまとめて出て行けよ。未承認の装置を勝手に使ったなんて事実が公になったら、我々が受けるダメージは計り知れない。その上、これ以上社内を混乱させるのは勘弁してくれ。まさに、球団というにふさわしい状況の中、ドアが勢いよく開いた。そこには、明らかに動揺した面持ちの瑠璃さんが立っている。増渕くん、ちょっと待って。それはあまりにも。しかし、部長は遮るように手を挙げ。社長、後にしていただけますか？今、俺が当事者として話しているんです。とすげなく返す。その横顔には、怒りと勝ち誇ったような感情が入り混じり、鼻息が荒い。でも、彼は私が認めた上で。社長こそおかしいと思わないんですか？未承認の機器を勝手に持ち出して、人の命に関わる場所で使うなんて危険極まりない。
会社のリスクをどう考えているんです？それでも、翔子を救うために必要だったのよ。だったら会社として適切に段取りしていたはずだ。お前らはそこをすっ飛ばしたんだ。それは紛れもない事実でしょ？瑠璃さんは奥歯を噛み締め、視線を落とす。彼女にそこまで言わせる、増渕部長の勢いは止まらない。結局、お前は社長の庇護を傘に、自己陶酔で動いていただけなんだよ。大事なのは結果じゃなく、手続きと安全面での保証だ。お前はそれを軽視した。それが全てだ。とっととやめろ。目障りなんだよ。強烈な言葉に場の空気がピリピリと張り詰める。瑠璃さんは耐えかねたように叫ぶ。そんな言い方、彼がいなかったら翔子は。だが、俺が小さくかぶりを振り、瑠璃さんを制した。どのみち、ここまで部長が激高している以上、議論の余地はなさそうだ。彼女をこれ以上苦しめたくない。わかりました。すべて俺の責任です。会社に迷惑をかけ続けるわけにはいきません。俺はここを去ります。社長、すみませんでした。その瞬間、彼女の目に涙が浮かぶ。声を出しかけたが、それすら飲み込んだのか、震える唇を噛んだまま言葉にならない。そして増渕部長は、勝ち誇ったような薄笑いを浮かべると、資料を机に叩きつけて椅子を引く。そういうことだ。俺はやるべきことをやったまでだ。社長、これでいいですね。瑠璃さんは悔しそうに視線を伏せるが、何も言えない。その時、ガチャリと無造作にドアが開いた。大変です！ニュースを見てください。総務部の彼は汗ばんだ額を拭いながら、大慌てでリモコンを操作する。そこには、少女を救った医療機器開発者、会社から追放かという衝撃的なテロップが踊っていた。なんだこれは。部長がほうけたように画面を凝視する。スタジオのコメンテーターが真剣な面持ちで言葉を続けていた。今回、少女の命を救うきっかけとなった試作品を開発したのは、都内大手企業さくらのエンジニア、かつ教師氏。しかし、同氏は会社から不当な処分を受け、退職を強要されているとの情報が入っています。裏には社内対立や部長クラスによる権力乱用があるとの噂も。こんな報道、誰がリークしたんだ？部長は顔を真っ赤にし、激高したように画面の前へと躍り出る。一方、その後ろで泣きそうになっていた瑠璃さんは、あっけに取られたままテレビを見つめている。大きくクローズアップされたのは、未承認デバイスによって救われた少女と、それを開発した天才エンジニアという対比。さらに、そのエンジニアを社内で追い込んでいる部長がいるという字幕まで入った。これは、うちの開発部の連中が見るに見かねてメディアに話を流したらしいです。許可を得ていない技術が使われた経緯とか、部長がそれを阻んでいたこととか、全部バレてます。先ほどの総務部社員が申し訳なさそうに視線を落としながら説明する。部長は怒りで肩を震わせ、顔はさらに赤くなっていた。ふざけるな。社内の人間が勝手にリークなど、背信行為にも程がある。同一だ。許さんぞ。その時、背後から声がした。開発部門で俺を手伝ってくれた仲間の一人が、覚悟を決めたような面持ちで立っていた。俺たちです。部長、見ていられなかったんですよ。あんたがあんなに勝を追い詰めて、それどころか、会社があの装置の価値すらまともに認めようとしない。だから、多少強引だけど、世間に知らせるしかないって思ったんです。なんだと？部長が激高し、さらに血相を変えて声を荒げようとするのを、その仲間は正面から受け止めるように続ける。間違っているのはあんたのやり方だ。そもそも、あの装置がどれだけ画期的か、そして子供の命を救う可能性がどれほど大きいか、ちゃんと知らないのは上層部の方じゃないですか。俺たち開発側は、ずっと可能性を感じていた。それを勝手にボツにされて、挙句、彼を解雇なんて、あんまりだろ。仲間が熱く語る言葉に、部長は一瞬たじろぐ様子を見せる。しかし、すぐにふざけるなと唇を震わせ、声を張り上げた。俺が許可してない情報を外に流すなんて、背信行為にも程がある。覚悟しておけよ。ただじゃ済まさん。周りの社員たちが息を飲む。だが、その勢いにひるむことなく、仲間はしっかりと目を合わせる。彼の背後には、似たように拳を握りしめた開発メンバーが数人立っていた。それでもいい。たとえ俺たちが処分されても、勝だけがスケープゴートにされるのは納得できない。初めから、瑠璃社長も、
人の命を最優先に考える社風を作っていきたいって言ってたし、俺たちはその思いでここまでやってきたんだ。今更会社の都合だけで切り捨てられるのはごめんだよ。部長の顔がみるみる赤くなり、口から出る言葉が見つからないのか、顔を歪ませたまま何か言おうとしている。しかし、室内の雰囲気は完全に彼への敵対ムードに傾いていた。俺は緊迫した空気に耐えきれず、みんな落ち着いてくれ、と声をかけようとしたが、口がうまく動かない。そんな俺の袖をそっと引っ張る人がいた。振り返ると、そこには瑠璃さんが立っていて、小さくうなずき、涙をこぼしそうな顔で微笑んでいる。大丈夫。あなたの技術と、あなたを思っている人たちがこんなにいる。もう一人で抱え込まなくていいわ。瑠璃さんの声を聞いたとき、胸がぎゅっと締め付けられた。混乱と嬉しさが入り混じり、何も言葉にできない。その間にも、テレビモニターでは相変わらず、少女を救ったエンジニアが解雇危機というテロップが流れ続けている。時代は変わったといえど、これだけ大々的に取り上げられては、そう簡単に会社は隠し通せないだろう。くそ。ついに耐えきれなくなった部長が、その場で資料を投げ捨てるように乱雑に扱い、苛立ちをあらわにした。その顔は真っ赤に染まり、悔しさと怒りが入り混じっているように見える。社員たちは言葉を失いながらも、彼と距離を取るようにして道を開ける。部長は、それを見透かしたように、乱暴にきびすを返し、廊下へと消えていった。残されたオフィスには、誰も口を開けない重たい沈黙が広がった。しかし、その中には明確な感情。もう部長の好き勝手にはさせないというみんなの意志が小さな熱を帯びて立ち上っているのを俺ははっきり感じ取った。これをきっかけに会社の運命は大きく動いていくことになる。俺は不安と同時にやるなら今しかないという決意が胸の奥に灯っていくのを感じていた。翌日から社内は急速に変化し始めた。部長をめぐる報道はさらに拡散され、ネットや新聞でも少女を救った医療技術を潰す人物として叩かれるようになったのだ。海外メディアにも少しずつ話が広がり、日本にいる優秀な技術者が権力争いで潰されかけているという批判的な論調まで出始めた。当然、部長に対する社内外の風当たりは激しくなり、彼は足早に社を出入りするようになる。以前のように威圧的な態度を取ることもなくなった。何より、社員たちが明確に彼を拒むようになり、部長がフロアに顔を出そうものなら、みんながさっと視線をそらし、あからさまに冷たい空気を生み出すのだ。結局、部長は会社に迷惑をかけたという名目で謹慎処分が下され、そのまま来づらくなったのか、自主的に退職届を出して姿を消した。かつては外資系のやり手と噂された人物ではあったが、会社を出る時の彼はもう見る影もなく、荷物を抱えてこそこそと去っていった。誰も送別の言葉をかけなかったと聞く。一方、俺の方はというと、瑠璃さんの強い後押しや、開発メンバーをはじめとする社員たちの支援もあり、再評価という形で見事に復職が決まった。むしろ、あなたのアイデアが会社を変えると言われ、前よりもずっと自由に動ける立場を与えられたのだ。勝くん、あなたには新規事業のチームを引っ張ってほしいの。みんな、あなたの技術と発想力を高く買っているし、私も頼りにしてる。そう言って、瑠璃さんが見せる笑顔は、以前よりさらに力強く、そして、どこか柔らかい。彼女自身、部長事件を経て会社を一から立て直す覚悟を決めたようだ。古参の役員たちも、今回の件で危機感を覚え、自由な発想を持つ社員を大切にしなければ先はないと考えを改め始めている。そして、会社の業績はまるで嘘のように右肩上がりになっていった。新しい製品のライセンス契約が次々に成立し、国内だけでなく、海外の医療機関からも引き合いが押し寄せる。先にマスコミで取り上げられた少女を救った技術というドラマチックな話題性も手伝って、桜は一躍、イノベーティブな医療ベンチャーとして注目を集めるようになったのだ。そんな中、俺はふと、廊下の一角に立ち止まる。かつて部長が高圧的に睨みを聞かせていた場所だ。今では社員同士が笑顔で言葉を交わし、風通しのいい空気が流れている。あの人も最初からこうなるつもりじゃなかったのかもしれない。だけど、あんな風に権力を振りかざすやり方は、結果として誰も得をしなかったんだ。一瞬だけ
複雑な思いがこみ上げるが、すぐに瑠璃さんや仲間の笑顔を思い出して、そっと目を伏せる。今はただ、この新しい環境で精一杯力を尽くすことが俺の使命だ。そう心に決めて開発フロアを後にし、エレベーターに乗り込もうとした時だった。突如、カツおじちゃんと甲高い声が聞こえたかと思うと、小さな体が俺に飛びついてくる。翔子ちゃん。もう退院して大丈夫なのか？俺が慌てて抱き留めると、翔子ちゃんはケロリとした顔で笑う。入院生活が長かったせいか、まだ体は細いが、表情にはだいぶ生気が戻っていた。もう平気だよ。今日はリハビリで病院から許可が出たから、ママと一緒に会社に来たの。そう言って、翔子ちゃんは周囲をキョロキョロと見ます。そこに、後から瑠璃さんがやってきて、息を整えるように肩を上下させていた。まったく、急に走り出すんだから、ごめんね、カツくん。勝手に驚かせたんじゃない？慌てて翔子ちゃんの肩を抱き留めながら、瑠璃さんが申し訳なさそうに言う。彼女は小さく息を整え、少し汗ばんだ額を手の甲で拭っていた。いえ、大丈夫です。むしろ元気そうで何よりですよ、翔子ちゃん。俺は翔子ちゃんと目を合わせて微笑む。目の前の女の子は、まだ体の線が細いものの、前より顔色がずっと良くなっている。子供らしい無邪気な笑みを浮かべている姿を見ると、心から安堵する。場所は、会社のエントランス近くにある休憩スペース。白いテーブルとソファーが並んでいる中、翔子ちゃんは小さなリュックを背負い、まるで会社探検に来た子供のように、キョロキョロとあたりを見渡している。あれ？カツおじちゃんが働くとこ？なんだか広いね。興味津々な視線を向ける翔子ちゃんに、俺も思わず笑顔になる。そうだよ。ここでいろんな人が働いててね。あそこは受付。こっちは応接室。あ、そこの廊下の奥には研究室があって。夢中になって説明しかけたところで、翔子ちゃんが一歩近づいて、小さな声で囁くように言った。ねえ、おじちゃんとママ、前よりずっと仲良しさんとね。一瞬、何のことかわからず固まる俺。すると、翔子ちゃんはいたずらっぽくウインクしてみせる。だってさ、この間もママが、カツくんがそばにいてくれるから頑張れるって言ってたんだもん。もしかして、こら、翔子。慌てて言いよどむ俺の横で、瑠璃さんは真っ赤になった顔を手で隠そうとする。けれど、その隙間からは、嬉しそうな笑顔がこぼれそうになっているのが、旗からでも分かった。もう、変なことを言わないでちょうだい。カツくんだって仕事で忙しいんだから。照れ隠しのように言い訳する彼女の声が少し上ずっている。翔子ちゃんは楽しそうにクスクス笑い、嘘じゃないもん。と至って素直だ。ねえ、私が元気になったら一緒にどこか行こうよ。ママとおじちゃんと3人で。遊園地でもいいし、水族館でもいいし。そうだな。休みが合えば行けるかも。俺がそう返すと、瑠璃さんはこっそりうなずきながらも、まだ照れた様子でうつむき気味だ。本当に連れて行ってくれる？約束だよ。翔子ちゃんがリュックから小さなメモ帳を取り出し、一緒に行くところリストと落書きのような字で書かれたページを見せてくる。そこには甘いもの食べるとか、海見るとか、子供らしい可愛らしい希望がたくさん並んでいた。ちゃんと約束守ってね。ママが忙しくてもおじちゃんが誘ったら休んでくれるって信じてるから。ちょっと、翔子。そうだな。瑠璃さんもたまには息抜きが必要ですよ。苦笑いする俺を見て、翔子ちゃんは嬉しそうににっこり微笑む。その笑顔は、まるで以前まで体調を崩していたなんて信じられないほど力強い。そうね。私もあなたたちと一緒に出かける時間が取れたら嬉しいわ。瑠璃さんはふっと息をついて、俺と翔子ちゃんを交互に見つめながら優しく微笑む。先ほどまで赤かった方も少し落ち着いてきたようだ。決まりだね。翔子ちゃんが元気よく言い放ち、手を合わせて喜んでいる。そんな彼女の姿を眺めながら、俺は何とも言えない安心感に包まれていた。会社は大きく変わったけれど、そのおかげで、こうして笑い合える未来がやってきた。倒れていた翔子ちゃんを、俺が見過ごさずに手を差し伸べたことで、彼女の命だけでなく、自分の仕事や未来までも取り戻すきっかけが生まれた。誰かを助けたいと思って行動した結果は、結局は自分自身をも救うことにつながる。
周囲に目を向け、手を貸すことを惜しまなかったからこそ、多くの人から信頼され、支えられる道が開けたのだと思う。世の中で本当に大切なのは、人と人との温かいつながりなのだ。